今回の産業まとめ。ムン・ジェイン大統領の時には後申告発言。20数年前韓国で犬肉食べた？韓国ネットの反論。韓国大統領府によると、ムン・ジェイン大統領は閣僚会議に出席し、G7 での韓国の地位と品格を確認できたと話しました。その中で、我が国はまだ遅れた分野が多い。ある時は大韓民国は後進国から抜け出せずにいると発言しています。これは最近発生したクーパン物流倉庫での火災事故や、クアンジュの建物崩壊事故などが後進国型事故だと批判したものだと分析しています。また、韓国では英国シミラーの元モデルで現在はテレビやラジオの司会者として活躍するサラ・コックスの犬肉発言が話題となっています。彼女は19歳の時にモデルとしてのキャリアを積むために韓国を訪問。その時にフライドチキンだと思って食べたら犬肉だったと話しました。これはわざわざ食べに行ったわけでもなく、意図的に食べたわけでもなく事故のようなものだったと説明しています。ミラー氏は、このような観光客は彼女だけではないとし、現在は犬を屠殺して肉を得ることは違法となったと説明しています。これが韓国メディアで報じられると、韓国ネットでは大騒ぎになっています。ネイバーのコメントでは、犬肉をあげるなんて聞いたことがない、鶏肉と勘違いしたのではないか、などのコメントが寄せられています。中には、謝罪しろ、や、なぜこのような嘘をつくのか、といった攻撃的なものも多くあります。編集所感。今回の概要。後進国って一体何なの？犬肉議論はナンセンス。こういうところが後進国。今回は後進国という言葉をテーマに進めていきます。先進国のタイ語であって、未開の遅れた国という意味ですね。正直こんな先進国とか後進国とか、または中進国、そんな基準が明確に決められているわけでもなく、それぞれが勝手に自称したり他称しているだけです。韓国は先進国の仲間入りした。というのはムン・ジェイン大統領のスローガンに過ぎず、前から先進国って言ってなかった？というのが私の思うところ。今回の先進国だの後進国だのと言っているのは韓国だけであって、誰も韓国がどちらかに属するかなんて気にもしていません。ムン・ジェイン大統領としては、自分の任期中に G7 に2度も呼ばれたから先進国として認められた、ということにしたいのでしょう。じゃあ何？それまでは中進国、後進国、いずれにせよ知ったことではありません。大体2回連続で G7 に呼ばれれば先進国の仲間入りだなんて線引き、どこにもありませんからね。アピールに必死なんでしょうね。そして、後進国という言葉が、今回では侮蔑なのか自虐なのか、要するに非常に遅れていて悪いという意味で使われています。大統領もこういう言葉の使い方するのね。自虐だからいいのかな？お粗末な事故とお粗末な対応を指して、今の時代にこんなことが起きているのかと言いたいのでしょう。先進とか後進とかじゃなくて国民気質だと思いますけどね。ところで一見関係のなさそうな犬肉ニュースを持ち出したのですが、なんだかこういう反応がいわゆる後進国だなと個人的に感じました。報道を詳しく見ていくと、1974年生まれ、現在46歳のサラ・コックスは19歳の時に韓国を訪れたと話しています。つまりは1993年。時期としてはソウル五輪後、ワールドカップ前ということで、まだまだ犬肉のお店はたくさんあったことが想像できます。私はソウル市の犬肉のお店がほぼ一掃されたと言われているワールドカップ以降にソウルに行って犬肉を食べました。まだお店は普通にありました。それより10年以上前なので、犬肉への接触は容易だったと思います。私もおじさんに尋ねるとすぐに教えてもらえました。ソウルに住んでいたという韓国人にも、市庁庁舎の近くにあると事前に聞いていましたしね。むしろそこ以外は探すのが難しいらしい。なので93年にひょんなことで犬肉を食べることはあったのでしょう。コメント書いている人たちはその頃いくつなのかな？ただ、硬くて臭いため、揚げたものというのは見たことも聞いたこともないという人が大半でした。韓国メディアは珍しいとしています。珍しいということは、なかったというのとは違いますね。またコメントでは一部の人も天ぷらのようなものがあったとしています。クジラも同様に獣臭さのある硬い肉ですが、竜田揚げという調理法で提供されることがあります。
日本人は偉いですね。韓国でどのように工夫してあげたか知りませんが、タレにつけて柔らかくしたりとか得意なはずでしょ。何より情けないと感じてしまうのは、多くの韓国人が犬肉文化を後進国的な恥の文化と認識し、抹殺しようとしていることです。これこそ後進国的なコンプレックスじゃないの？自国の文化を恥じて歴史から消去しようとするなんて。本来食用とされている肉は狼のような種類で、一般的な愛玩犬とは違うと私は聞きました。普通の犬を食用に処分したという報道も見たけど、欧米諸国はあれこれ騒ぎますが、それに屈する必要は全くないと思いますね。私は日本の芸肉やイルカ肉の文化を恥ずかしいとは思いませんよ。賢い動物だから食用にするのはダメだというのは知能差別ですか？そもそもあっちの宗教は、万物は神によって人間のために作られた。では、最近は肉食は文化ではなくて暴力だと激しい主張をするビーガンが世界中でデモをしているらしいですけど、じゃあ草は生物だけど問題ないの？おっと話がそれるので元に戻しますが、今はともかく当時はそういうこともあったのだから、理解するのが先進的な文明人ではないでしょうかね。それよりもインスタグラムのアカウントを見つけたとか言って、謝罪しろとかコメントを書くことこそが、後進国的なヒステリックな行動だと思いますけど。あ、これ見に行ったら実際に書いている人いましたよ。ゆるりんは犬肉食べたんでしょ？私は嫌だな。旅行に行ったら現地の文化にチャレンジするのが醍醐味でしょ。観光客向けのところだけ回るんだったら面白みに欠けるし。私は前も話したけど、韓国はカルビ三昧でうんざりだよ。それはあまりにひどい例だよね。でもこうやって韓国だの中国だのいろいろ書いてると、行ってみたくなるけどね。やっぱり肌で体感してみたい。行ったら帰れなくなるよ。やめた方がいいって。そんなことないよ。こんなまろやかな提言程度の内容ばかりだし、恨まれる覚えがない。そうかな。何かポロッと悪口言ったりとかしてそれで捕まったりとか。私そんな旅行者じゃないってば。海外ではきちんと慎重に行動してるから、今のところ無事故だよ。あ、韓国は夜の一人歩きは気をつけないとね。この前の治安のアンケートだね。女性の2人に1人は安全じゃないって思ってるっていう。そうそう。海外は気を引き締めるのが一番だよ。ところで先進国って結局どこからが先進国なの？別に定義はないよ。もうみんな先進国でもいいんじゃないの？言葉自体にも意味がないし。じゃあ韓国も？中国は？どっちでもいいよ。それ、きっと昔の文明国とか未開国といった表現が不適切だからできたんじゃないのかな。あと、発展途上国とか。未開国って、なんだかヤバそうな感じだね。大航海時代の時とかに欧米列強がそういう分類をしたんだよ。ほとんど侮蔑的な意味だったと思うけどね。日本はどうだったの？半開国って扱いだったね。独特だけど比較的高度な制度があったから。その時中国とか韓国は？中国は一応統一されてたから半開国かな。韓国は全くの未開国だよ。そこで差が出るんだね。結局韓国は日本にも未開国扱いされて、最終的に併合して文明国の一部になったよ。こういう風に言うと韓国人に怒られちゃうね。日本のおかげだから？そうそう。そういうの気にして前に進めないところが後進国だっての。またそうやって火に油を注ぐ。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。そういえば嫌なことを思い出したよ。仕事で台湾に行ったことがあるんだよ。そこでフライドチキンかと思って食べたらフライドカエルだったの。大して変わらないって言うよね。これ、フライドチキンだよって言ったあいつ、許すまじ。誰よ、あいつって。でももう何年も前の話で、誰がフライドチキンだと言ったのか定かではないんだよね。味はチキンだったんだよ。でもよくよく見るとね、なんか違ったの。チキンにはない、黒い筋みたいなのがあったんだ。でも思い出したくないから言わない。そんな違いがあるんだっけ？食べてる時に、それ実はフライドチキンじゃないよ。カエルだよって言われて吐き出しそうになった。白雪さん、カエル嫌いだもんね。そうだよ。
知ってたら食べなかった。実はね、フライドカエルを食べた前の日にね、台湾のヘビ料理店に行ったんだ。ヘビは大丈夫だよ。私が行ってみたいって言って連れてってもらったんだ。ヘビもカエルも似たようなもんじゃないの？なんで？全然違うよ。ヘビの方がカエルより上だよ。ヘビは確かスープ料理専門店だったよ。お店の前には水槽があってヘビがニョロニョロいたよ。なかなか気持ち悪い系だと思うけど。ヘビはスープの中に輪切りにされて入ってた。台湾は基本的に味付けが美味しいからね。ヘビスープも美味しかったよ。それ食べてたから、カエルも問題ないと思ったのかな。カエルは絶対ダメ。なんで？飛び跳ねるから。ほら、バッタとかゴキブリとかもどっち方向に来るか予測不能で突然飛びかかってくるでしょ？あれってホラーだよね。わーって驚かされるのって怖すぎる。難しい子だね。動物の森でもね、池で釣りしてるとたまにオタマジャクシが釣れてたの。それも嫌だったけど。最近はオタマジャクシがいなくなって安心してたら、なんとカエルが釣れるようになったんだよ。怖すぎるよね。どうでもいい話になってるよ。私の食べ物のトラウマは、フライドカエルと、小さい時に食べさせられたイナゴの佃煮。これ、食ハラじゃないって思って検索してみたらね、本当にこういう言葉あるみたいよ。食事ハラスメント。また誰か作ったね。なんとか腹作りすぎだよ。ついでに、何でもハラスメントにするハラハラってのも問題視されてるって書いてあったから気をつけようっと。本当に、なんていうか、しょうもないね。